再試合。翌11月のある霧の濃い夕暮れ、ピカデリーへ折れた時、腕をつかむ不意の手の力に奥のやましい心臓は止まりそうになった。とうとう逃れようのない時が来たのだと思った。いつもそう思っていたのだ。だがそれはラフルズに過ぎなかった。霧越しに微笑みながら奥を見ていた。ちょうどよかった。と彼は言った。クラブで君を探していたんだ。ちょうどそこへ向かうところだったよ。と震えを隠そうとしながら僕は応じた。だがそれが効き目のない試みだったことは彼の笑みが一層広がり、寛大にかぶりを振るのを見てわかった。いや、それより僕のところへ来たまえ。と彼は言った。ちょっと面白い話があるんだ。僕は口実を並べた。その口ぶりからしてどんな種類の面白い話か察しがついたし、それは何ヶ月もの間僕が断固として顔を背けてきた類のものだったからだ。だが前にも述べた通り、これだけは繰り返さずにいられない。少なくとも僕にとって一旦心を決めた時のラフルズほどこの世で抗いがたい存在はなかった。サー・バーナード・デベナムへのささやかな働きかけ以来、二人とも犯罪とは無縁でいたこと、あの過断な頭脳がその手の方面で何日も働く必要がなかったこと、それこそが二人の親密な付き合いを通じてかつてないほど長く続いた僕の真っ当な暮らしの紛れもない土台だった。できるものなら否定したいところだ。これから語ろうとすることそのものがそんな自慢を裏切ってしまうのだから。とにかく前に言った通り僕は口実を並べた。だが彼の腕が僕の腕に滑り込んだ。軽やかに人を御する小さな笑い声とともに、そしてあれこれ言い合っているうちに二人はもうオールバニの階段にいた。彼の暖炉の火は燃え尽きかけていた。ガス灯を灯すと彼は火をかき立て炭を足した。僕はといえば街灯を着たまま不機嫌に脇に立っていたが、彼がそれを背中から引き剥がしてしまった。全く困ったやつだな。とラフルズはおどけていった。これじゃまるで僕がこの結構な晩にまた一件を仕込もうと持ちかけたみたいじゃないか。いや、そうじゃないんだよ、バニー。だからその椅子に座ってこのサリバンを一本やって落ち着きたまえ。彼は僕のタバコにマッチの火を差し出し、ウイスキーソーダを持ってきてくれた。それから玄関の方へ出て行ったが、ちょうど僕が幸せな気分になりかけたその時、缶抜きが差し込まれる音が聞こえた。あの椅子にとどまるのに僕は一苦労した。次の瞬間、彼はもう一脚の椅子に馬乗りになり、腕を組んだその上から僕の困惑ぶりをニヤニヤと眺めていた。ミルチェスターを覚えているだろう。バニー、いいかい君。その口ぶりは僕が覚えていると答えた時の僕の10面とは裏腹にことさら穏やかだった。あそこで番組には載っていないちょっとした試合をやったな。ジェントルメン対プレイヤーズを覚えているかい。忘れるものか。君はいわば一度も打席に立てなかったから覚えているかと思ってね。さて、ジェントルメンはまずまず得点を稼いだが、プレイヤーズの方は全員後になった。気の毒な連中だ。そう決めつけたものでもないさ。宿で見かけた男を覚えているかい。派手でめかし込んだやつだ。街でも指折りの悪賢い泥棒だと僕が君に教えただろう。覚えているよ。クローシェイという名だと後で分かった。まあ少なくとも有罪判決を受けた時の名前ではあったからクローシェイということにしておこう。あの男に同情なんて無駄だぞ、いいかい君。昨日の昼下がりダートムアを脱獄したんだからな。お見事。ラフルズは微笑んだが眉がつり上がり肩も同じように上がった。全くその通り。実に見事な脱獄だった。君が新聞で見ていないとは意外だな。昨日荒れ地に立ち込めた濃霧の中を我が懐かしのクローシェイは一気に逃げ出して激しい重火をかいくぐりながらかすり傷一つ負わずに逃げおおせたんだ。あっぱれだよ、僕も認める。あれだけの気骨のある男なら自由を手にする値打ちがある。だがクローシェイにはそれ以上のものがある。連中は一晩中追い回したらまるで見つけられずじまい。それが君が今朝の新聞で見逃したことの全てさ。彼は持ち込んできたモールを広げた。だがこれを聞きたまえ。脱獄の顛末が載っている。しかもこの一件を一段上のものに引き上げるちょっとした続き付きだ。
逃亡者の足取りはトットネスまで追跡されたが、どっちで今朝2名、とりわけ大胆極まれない狼藉に及んだ模様である。逃亡者は東京区の副牧師へ H. エリングワース氏の宿に押し入ったとみられ、氏は平素通りの時刻に起床して自らの衣服が失われていることに気づいた。その後、午前のうちに引き出しの底にきちんと畳まれた囚人服が発見された。一方、黒星は2度目の逃走を成功させたが、これほど人目を引く紛争ゆえ、本日中の再逮捕につながるものとみられる。どうだいパニー、これをどう思う？確かに、あっぱれな男だ。と僕は新聞に手を伸ばしながら言った。それ以上だよ。とラフルズは言った。あいつは芸術家だ。僕は羨ましいね。よりにもよって副牧師とは、見事だ、実に見事だ。が、それだけじゃない。たった今、クラブの掲示板で見たんだが、ドリッシュ近くの線路で狼藉があったらしい。牧師が線路と線路の間、6フィート間隔の空間で気を失っているのが見つかったとか。またしても我が友の仕業さ。電報にはそうとは書いていないが見えすいている。要するに、もう一人別のやつを叩きのめして、また服を着替え上機嫌で街へ乗り込んできたんだ。痛快じゃないか。僕は本気で、この手のことで成し遂げられた最高の一件だと思うね。だが、なぜ町へ来る必要がある？その途端、ラフルズの顔から熱中が消えた。仲間の犯罪者の偉業に我を忘れて喜んでいたために忘れていた。何か差し迫った気がかりを、僕が思い出させてしまったらしい。返事をする前に、彼は肩越しに玄関の方を振り返った。思うに、と彼は言った。あの野郎はこの僕の足取りを追っているんだ。そう言った時には、彼は元の彼に戻っていた。静かに面白がり、皮肉なほど泰然として、いつものように状況と僕の驚きを楽しんでいた。だが待ってくれ。どういうことだ？と僕は言った。クローシェが君のことを何を知っているんだ？大したことは知らない。だが、感づいてはいる。なぜそうなる？あいつはあいつなりに、ほとんど僕と肩を並べるほどの腕利きだからさ。それに、ねえ、パニー目をきちんと頭につけ、その僕に頭脳がある男なら感づかずにはいられないのさ。あいつは一度、街で老いぼれベアードと一緒にいる僕を見ている。ニューチェスターへ向かう途中のあの宿でも、そのとのクリケット場でも、僕を見たに違いない。いや、実際、あいつは見たんだ。裁判の前に手紙でそう知らせてきたからね。君に手紙をよこした。それなのに、僕には黙っていたのか。例の肩のすくめが、例によって僕の不満に応えた。言って何になるねえ、君。君を心配させるだけだったろ。で、何と書いてあったんだ？町へ戻る前にあげられてしまって残念だと。何しろ僕のところへ表敬訪問するつもりだったんだとさ。だが、それも先延ばしになった楽しみに過ぎないと信じている。自分が出てくる前に勝手に捕まったりしないでくれとね。ムロも、あいつはメルローズのネックレスが消えたことを知っていた。手に入れたのは自分じゃないのにだ。そして、あれを盗んで残りを手つかずにできる男は、自分の好みにかなう男だと言っていた。その調子で、ずっと先の話についても、ちょっとした提案があってね。そのずっと先が、どうやらすぐ目の前に迫っているんじゃないかと、僕は気が気じゃないのさ。むしろまだ姿を見せないのが意外なくらいだ。彼は再び玄関の方を見合った。そこは暗いままにしてあり、内側の扉も外の扉に劣らぬほど用心深く閉ざされていた。僕は、どうするつもりかと尋ねた。叩かせておくさ。そこまでたどり着けたらの話だがね。門番には僕は街を出ていると言わせてやる。それに、あと1時間かそこらで、それも本当のことになる。今夜、立つのか？リバプールストリートの7時15分でね。身内のことはあまり話さないんだが、兄、東部の州で田舎牧師に嫁いだ最高の姉がいるんだ。いつも歓迎してくれて、教会に来させたい一心で、聖書朗読を僕にやらせてくれる。日曜の僕の朗読を君に聞かせられないのは残念だよ、兄。あの教区で僕は最高の企てをいくつも練り上げてきたんだ。嵐の時の避難港として、あれ以上の場所を僕は知らない。とにかく荷造りしなくては。どこへなぜ行くのか君に知らせておこうと思ったのさ。君も僕に習いたければと思ってね。彼はタバコの吸い殻を火に放り込み、立ち上がりざまに伸びをした。そして、その不格好な格好のままあまりに長くとどまっているので、僕の目は彼の体から顔へと登っていった。
次の瞬間、その目は部屋の向こうへ向けられた彼の視線を追っていた。そして僕もまた立ち上がっていた。寝室と居間とを仕切る折りたたみ扉の敷居の上に、体格のいい男が寸の合わない黒い厚地の服を着て立ち、頭の短く刈った赤毛が切れ目のない一枚の円盤になるまで深々と僕たちにお辞儀をしていた。この驚くべき出現を僕が見定めたのはほんのつかの間だったが、その隙にラフルズは平静を取り戻していた。僕の目が彼に戻った時、その両手はポケットに収まり、顔には笑みが浮かんでいた。紹介させてくれ、バニー。と彼は言った。我らが孔明になる同業者、レジナルド・クローシェイ氏だ。弾丸のような頭がひょいと上がった。そやな反り跡の顔の上には、シワの寄った額があった。その顔も、2、3サイズは小さすぎる襟に締め付けられて、真っ赤になっていたのを覚えている。だが、その時の僕は、何一つ意識して気づいてはいなかった。僕は早合点して、悪態と共にラフルズに食ってかかった。測ったなと僕は叫んだ。また君の、いまいましい罠か。こいつをここへ呼んでおいて、それから僕を呼んだ。僕に仲間入りさせたいんだろ。まっぴらごめんだ。この怒りの爆発を迎えた視線があまりに冷ややかだったので、まだ唇に言葉が残っているうちから、僕は自分の言葉が恥ずかしくなった。まったくバニー。とラフルズは言って、肩をすくめながら横を向いた。驚いた驚いた。とクローシェイが叫んだ。こいつは何も知らねえや。俺が来るとも思ってなかった。こいつは大丈夫だ。それにあんた、大した肝っ玉だぜ。と彼はラフルズに向かって続けた。そうだろうとは思ってたが、こりゃ恐れ入った。あんたは俺と同じ血の流れてる男だ。そう言って、毛むくじゃらの手を差し出した。そう言われては。とラフルズは、その手を取りながら言った。なんと返せばいいものやら。だが、君についての僕の評価は聞き及んでいるはずだ。お近づきになれて光栄だよ。一体全体、どうやって入ったんだ？そいつはどうでもいいことさ。とクローシェイは襟を緩めながら言った。どうやって出るかを話そうじゃねえか。ああ、こりゃ楽になった。その牛のような首には鉛色の輪ができていて、彼はそれをそっといたわるようにさすった。あとどれだけ紳士を演じてりゃならねえかわからなかったもんでね。と彼は説明した。あんたが誰を連れてくるかもわからなかったし。ミスキーソーダはどうかね？とラフルズが尋ねた。脱獄囚は僕が飛び上がって逃げ出したあの椅子に収まっていた。いや、俺は生でやるんだ。とクローシーは答えた。だがまずは要件が先だ。そんな風にごまかされるかってんだ。まったく。では、僕に何をしてほしいんだ？俺が言わなくたって分かってるだろうが。言ってみたまえ。足取りをくらます。それさ、俺が見せたいのはそれで、やり方はあんたに任せる。俺たちは戦友だ。今度ばかりは丸腰だがね。武器はいらねえ。あんたは物分かりが良すぎる。とにかく俺たちは兄弟分だ。兄弟分なら最後まで面倒を見てくれるはずだ。そう決めておこうや。あんたのやり方で俺を逃がして最後まで面倒を見てくれ。何もかもあんたに任せるよ。その口調はなだめと譲歩に満ちていた。彼は身をかがめ、裸の足からボタン留めの半長靴を一足むしり取って、痛そうに足の指を伸ばしながら火の方へ突き出した。あんたの靴のサイズがこれより大きいといいんだがね。と彼は言った。時間があったら見てみたんだが、あんたが来るほんの少し前に入り込んだもんでね。で、どうやって入ったかは話さないと。言って何になる。あんたに教えられることなんざ何もありゃしねえ。それに俺は出たいんだ。ロンドンから、イングランドから、いまいましいヨーロッパからもな。それだけがあんたに頼みたいことさ。旦那、俺はあんたがどうやってこの仕事を片付けるか聞きゃしねえ。あんたは俺がどこから来たか知ってる。あんたが言うのを聞いたからな。あんたは俺がどこへ向かいてえか知ってる。たった今俺が話したからな。細かいことは全部あんたに任せるよ。よし。とラフルズは言った。
何ができるか考えてみなくてはな。考えてもらおうじゃねえか。とクローシェ氏は言い、心地よげに身を持たせてずんぐりした親指をくるくる回し始めた。ラフルズは目に輝きを浮かべて僕の方を向いた。だがその額にはシアンのシワが刻まれ、口元の線には決意と定年が入り混じっていた。そして彼はまるで部屋に僕と二人きりであるかのように話し始めた。事情が飲み込めるかい、パニー。ここにいる我らが友があいつの言い草を借りればお縄になったなら、あいつは君と僕のことを密告するつもりなんだ。明けすけにそうとは言わない心遣いはあるが見えすいているし、無理もないことさ。僕があいつの立場でも同じことをするだろう。前回は僕たちが優位に立っていた。今度はあいつが優位に立っている。全く公平な話だ。この仕事は引き受けるしかない。断れる立場にないんだからな。たとえ断れたとしても僕は引き受けるさ。我らが友は大したスポーツマンだ。ダートマーから守備よく逃げおせた。それをまた戻らせるとは、いかにも惜しい話だ。いや、戻らせはしない。あいつを国外に逃がす手立てさえ思いつけばな。どんなやり方でも結構。とクローシェイが目を閉じたままつぶやいた。何もかもあんたに任せら。だが、起きてもらっていろいろ話してもらわなくてはならず。わかったよ、旦那。だが、俺はもう、眠くて眠くて参っちまってるんだ。そう言って彼は瞬きしながら立ち上がった。町まで足取りを追われたと思うか。追われたにちげえね。ここまでもか。この霧じゃな。よほど運が悪くなきゃありゃしねえ。ラフルズは寝室へ入り、そこのガス灯を灯すと、次の瞬間には戻ってきた。では、窓から入ったんだな。まあ、そんなところさ。どの窓かを見抜くとは悪魔のように冴えてるな。霧があろうがなかろうが、白昼にどうやってやってのけたのか、僕にはお手上げだよ。だが、それはいい。見られてはいないと思うか。思わねえな、旦那。では、君が正しいことを祈ろう。僕が一回り偵察して、時期にはっきりさせる。君も一緒に来た方がいい。バニー、何か垂れながら相談しよう。ラフルズが僕を見ると、僕はクローシェイを見て、一悶着あるなと予感した。そして、その一悶着の気配が、彼のうつろで荒々しい顔に、ぎょっと見開いた目の輝きに、不意に握りしめた両の拳に、立ち込め始めた。で、この俺はどうなるんだ？と彼は悪態とともに叫んだ。ここで待っているんだ。そうはいかねえ。と彼はうなり、ひと飛びで扉に背を当てた。そんな風に俺を出し抜こうったって、そうはいくか。まぬけども。ラフルズは肩をひくつかせて僕の方を向いた。これが、クローと連中の困りものでね。と彼は言った。頭を使おうとしないんだ。奴らはウィケットの杭を見て、それを打ち倒そうとする。だが、根に入るのも頭にやるのもそれだけ。そのせいでこっちも自分と同じだと思い込んでいる。前回、僕たちが奴らを打ち負かしたのも道理さ。もったいぶった口を聞くな。と脱獄衆は歯を向いていった。はっきり言え。畜生め。よし。とラフルズは言った。望み通り、はっきり言ってやろう。君は僕に身を委ねるという。何もかも僕に任せるという。それでして、これっぽっちも僕を信じちゃいない。僕がしくじったらどうなるか分かっている。その危険を僕は引き受ける。この仕事を引き受けるんだ。それなのに君は、僕がまっすぐ密告に出かけて、その仕返しに君に僕を売らせるつもりだと思っている。君はバカだよ。クローシェイ君ダートマーを破ったとは言えな。君は自分よりマシな男の言うことを聞いて、それに従わなくてはならん。僕は僕のやり方で君を最後まで面倒を見る。さもなくば一切手は引く。僕は好きな時に好きな相手と好きなように出入りする。君の邪魔立ては無用だ。君はここにいて、できる限り身を潜め、約束通り尾行にして何もかも僕に任せるんだ。それが嫌なら、君が僕を信じられないほどのおバカ者なら、そこに扉がある。出て行って好きなことを言うがいい。勝手にしろ。クローシェイは自分のももをピシャリと叩いた。そうこなくっちゃな。と彼は言った。驚いた。あんたがそういう口を聞くときゃ、俺は自分の居場所がわかるってもんだ。信用するぜ。男が腹を決めて物を言うときくらい、俺にだってわかる。あんたは大丈夫だ。こっちのもう一人の旦那については、
そこまでは言わねえがね。もっとも、あの田舎での仕事の時、あんたと一緒にいるのを見かけちゃいるが、だが、あんたの仲間だってんなら、ラフルズの旦那、こいつも大丈夫だろうよ。ただ、あんた方旦那衆があんまり一文なしでないことだけを祈るぜ。そう言って彼は浮かない顔で自分のポケットに触れた。俺はあいつらの着物だけを目当てにしたんだ。と彼は言った。あんなにすっからかんの間抜けにゃ、生まれてこの方出くわしたことがねえや。それは心配ない。とラフルズは言った。きちんと最後まで面倒を見ると思う。僕たちに任せて、君はおとなしくしていろ。よろしく頼まあ。とクローシーは言った。あんたが出かけてる間、一眠りさせてもらうぜ。だが酒はなしだ。いや、ありがてえが、まだダメだ。ひとたび酒に手を出しちまったら、もう俺はおしまいだからな。ラフルズは街灯を取りに行った。確か長くて軽い魔車魚車のドライビングコートだった。彼がそれを羽織っている間にも、我らが逃亡者は椅子で居眠りを始めていた。僕たちは彼がわけのわからぬ寝言をつぶやくのを残してガス灯を消し、裸の足を火にあぶらせたままその場を後にした。悪くないやつだな、あのクロートは。と階段でラフルズは言った。あれはあれで、まさに天才だよ。もっとも、僕の趣味からすると、やり口は少々お粗末だがね。とはいえ、技術が何もかもじゃない。同じ24時間のうちに、ダートマーから抜け出してオルバニーに入り込むとは、その部分のあらを帳消しにしてあまりある全体だ。なんてことだ。霧の立ち込めた中庭で一人の男とすれ違った時、ラフルズが僕の腕をキュッと掴んだ。誰だったんだ。一番会いたくない男さ。あいつに僕の声が聞こえていなければいいんだが。だが、誰なんだラフルズ。我らが旧友マッケンジー・スコットランドヤードのね、